皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回はディズニークルーズファンダーゴシリーズ2回目です。私たちはオーストラリアシドニーから出港している2025年カウントダウンクルーズに挑戦してきました。ディズニーワンダー号で過ごした6泊7日は本当に素敵で最高の思い出になりましたよ。シリーズ1回目の前回は大好きなキャラとのグリーティングや楽しいパーティー、イベントなどをまとめたディズニーワンダー号船内での過ごし方としてご紹介しました。まだご覧になっていない方はぜひこちらと合わせてご覧いただくとよりディズニークルーズのイメージをお持ちいただけるかと思います。ぜひこの機会にご視聴とチャンネル登録よろしくお願いします。さてシリーズ2回目の今回ご紹介するのは船内レストラン。このクルーズ旅行は6泊7日。やっぱり船内生活の快適さを大きく左右するのは食ですよね。私たちは食べることが大好きなので特にそうなのですが、きっと多くの人にとっても食は大切なのではないでしょうか。ということで今回はレストラン紹介をしていきますが、ディズニーワンダー号のレストランはアニメーターズパレット、ティアナズプレイス、トリトン、カバナスパロの5つのレストランがあるんですよ。5つのレストランのうちパロは有料でなおかつ予約制のレストランです。つまりパロ以外の4つのレストランは無料レストラン。またレストラン以外にもカフェやラウンジもあり、そちらもレストラン同様一部は無料一部は有料です。私たちは有料無料問わずほぼ全てのレストランに行ってきましたので徹底的にご紹介しますね。ただかなりのボリュームになってしまうので前編は無料レストラン、後編は有料レストランの2本立てでご紹介していきます。ということで改めてこの動画では無料レストラン紹介になっています。それぞれのレストランをご紹介する前にまずは船内レストランを利用する際のルールがあるので、その点から先にお伝えすると、無料レストランにはいつでも行けるのかというとそういうわけではありません。ローテーションダイニング形式で決められた日時に決められたレストランに行く形式になっています。それはクルーズアプリに記載されているので確認が必要です。毎日違う世界観のレストランで食事できるので次の日はどんな感じだろうと楽しみになっていました。パイレーツナイトなどのイベントの日は特別メニューになっており、そちらもとても良かったですよ。すべてのレストランに行くことができる機会があるので私たちとしては大満足でした。知っておくべきルールはこんな感じで、ここからはそれぞれのレストランのご紹介です。ぜひ最後までご覧くださいね。まず一つ目はアニメーターズパレット。レストランの入り口にはディズニーキャラクターたちの絵がたくさん飾られています。そして店内はこんな感じ。天井はパレット、柱は筆になっていますよ。壁にはたくさんのモニターがかけられ、ここでもキャラクターたちの絵が映し出されています。テーブルの上にはお絵かきシートが置かれていて、自分の絵を描くように案内されましたよ。一体何だろうと思いながら描きましたが、どうなったかは後でのお楽しみです。絵を描き終えたらメニューを渡されたのですが、なんとミッキーが、しかも角度によってミッキーの絵柄が変化するんですよ。素敵ですよね。また注文の仕方は基本はどのレストランでも前菜、スープまたはサラダ、メイン料理、デザートから選びます。今流れている映像は別の日の同じレストランのメニューですが、
メニューは英語表記になっています。ただひっくり返すと多言語表記になっていて、日本語表記もあるのでひっくり返すといいですよ。ドリンクは有料と無料のものがあり、今映っているのは有料のスペシャルドリンク。甘々でした。ただコーラやスプライトなど無料のドリンクも多くあるので、注文する際にスタッフの方に聞いてみてくださいね。後ほどご紹介しますが、おそらくデッキフロアの無料のドリンクサーバーコーナーにあるジュースは無料なんだと思います。またレストランではテーブル担当スタッフがつくので、注文や聞きたいことがあればその方にお願いします。最終日にアンケートがあり、その結果で給与が決まるため、とても親切でフレンドリーでいい方でした。さて映像にありますが、バターナイフや食器も凝っていて可愛いですよね。肝心のお料理ですが、前菜に夫はサーモンのタルタルを注文。お皿にミッキーがペイントされていて可愛いです。こちらはおすすめされたトリュフのパスタサラダ。ほんのりとトリュフの風味がするような。こちらは確かかぼちゃのポタージュ。お料理を食べているとモニターに映像が映し出されました。白黒の絵からミッキーが帽子をかぶるとカラーになりましたよ。ライトも色鮮やかになり、レストランの中は様々な色で輝いています。さらにミッキーが先ほど書いた紙を持ち出し、何か魔法をかけようとしてくれています。魔法をかけるから楽しみに待っていてねと言うと、美女と野獣のルミエールに画面が切り替わり、ベルが登場です。ここからは美女と野獣の名シーンの一つが流れ、とってもワクワクしちゃいました。映像を見終わる頃にメイン料理が運ばれてきましたよ。夫はなんだか大きなステーキを注文し、私はポークチョップを注文しました。2つともとっても大きいです。夫とシェアしていただきましたが、メイン料理も美味しいですよ。今まで乗ったクルーズ船の中でも、この船のレストランはかなり美味しい方だと思いました。そしてメイン料理を食べていると、ミッキーがまた登場してくれました。ビッグサプライズがあるから待っててねですって。ミッキーがどんな魔法をかけてくれるのか楽しみにしつつデザートタイムです。チョコレートパフェを注文しました。そしてお待ちかねの時間が始まります。ネタバレを避けたい方は次のレストランまで飛ばしてくださいね。私たちが描いた絵がなんと魔法の力で動き出します。この時点でわーっと大盛り上がり。私たちの絵も出されて嬉しい。しかもプリンセスと一緒に踊ったり、ミッキーと踊ったり、私はティモンとプンバと一緒に踊りました。これには嬉しさと感動で泣いてしまいましたよ。本当に素晴らしいレストランでした。
お次はティアナズプレイス。この日は開始時間の10分前にレストランに到着すると、なんとすでに列ができていました。ただ時間になるとすぐに案内されるので、あまり待たずに入れます。店内はこんな感じの雰囲気。こちらはディズニー映画プリンセスと魔法のキスに登場するニューオリンズのレストランが再現されています。案内されたのは窓際の席。ステージから少し距離がありますが、食事は2人の時間を大切にしたいのでいい席です。席に着くとスタッフからメニューリストを渡されたのですが、映画の中のメニューリストと同じですよね。これには私も夫も嬉しくなっちゃいました。メニューは裏返すと日本語も書かれているので、すぐに裏返すのが癖になっちゃいましたよ。やっぱり英語だとわからない単語もありますからね。メニューを決めたらちょうど夕日が沈む瞬間だったんです。時間は夜の20時過ぎ。オーストラリアは日がとても長いんですよね。知識としては知ってはいるけど、こうして体感として理解するのも旅行ならでは。水平線に太陽が沈む瞬間を見れるのはとてもいい思い出になりましたよ。またテーブルの上には首飾りが置かれていました。スタッフの方にパーティーがあるから身につけてと教えていただきましたよ。さてドリンクとパンが運ばれてきました。私はジンジャーエールを、夫はコーラを注文。コーラはドリンクサーバーがあるから無料で、私のジンジャーエールはドリンクサーバーがないからと有料でした。そしてハーブ風味のブリオッシュ、オニオンディップ添えです。パンはとても大きいんですよ。またお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、ティアナのドレスは緑色ということもあり、テーブルクロスも緑色です。パンを食べながらお料理を待っていると、なんとティアナが登場。素敵。このレストランはジャズの生演奏があり、ティアナによる歌のパフォーマンスもあり、映画の中で登場するレストランを完全再現してくれています。挑戦される際は必ず見ておくべき映画の一つですね。また映画の中同様、ウェイターの方の制服も黄緑色でした。さすがディズニー、再現率が高いです。そして注文したのはこちら。エビとソーセージとネギのグリルにアヒマグロのタルタルとアボカドのミルフィーユ。あとは野菜不足を補うためにレタスサラダも。スタッフの方が私たちが日本人だからなのか醤油をかけていただきました。しみる美味しさです。こちらのエビはほんのりとガーリック風味のバーベキューソースでガツンと食べ応えがあります。あとは魚介がいっぱい入ったスープも。こんなに具が入っているとは驚きですよね。食事をしているとルイスが登場です。ルイスが登場し、レストラン内はどんどん盛り上がり、メインディッシュも出され、しかもティアナがなんと全テーブルを回ってきてくれることに。待っている間のワクワクがすごいです。そして夫はこのプライムリブにテンションマックスでした。このクルーズ船のレストランはどこも当たりですね。こちらのお肉もしっとりとして絶品でした。ティアナ様がご挨拶にいらっしゃいましたが、舞い上がりすぎて動画を撮り忘れてしまったので、テーブルナンバープレートのティアナ様で失礼します。
私の黄緑色のワンピースに気づいてくれて、優しく美しく気さくでもある完璧なプリンセスでした。そしてプリンセスと魔法のキスといえばのベニエ、これは注文必須ではないでしょうか。そして注文していないけれどスタッフの方がうまいから食べなきゃダメだぜって持ってきたチョコバナナサンデー。担当スタッフとは仲が良くなって、こんな感じで注文していないけれどおすすめの料理を持ってきてもらうことが多々ありました。このベニエはマジで美味しかった。お腹いっぱいで注文できなかった人は有料カフェでも食べられるから大丈夫。有料レストランとカフェ紹介は次回の動画でご紹介します。そしてデザートを食べているとダンスパーティー。こういうものは楽しんだ者勝ちみたいなところがあるので、私も夫ももちろん参加しました。タイミングで最高でしたよ。お次はトリトン。レストラントリトンのご紹介です。こちらはリトルマーメイドをテーマにしたレストランになっています。店内の雰囲気はめちゃくちゃ可愛いです。青い照明がまるで海底で食事をしているような気分にさせてくれますよ。メニューリストはトリトン王のトライデントが描かれていて、とても素敵です。中は当然のように英語表記になっていますが、毎度恒例の一旦メニューカバーから外して裏面にすると、日本語含む多言語表記になっていますよ。またテーブルナンバープレートもあり得る。今回も窓際席なので海を眺めつつ食事を楽しめます。内装やメニューリストなどは映画の世界を表現されていて楽しい雰囲気。そして注文したお料理がこちら。ロブスターとシュリンプとアスパラの前菜です。そしてエスカルゴ。前菜はだいたい夫とシェアして食べていました。そしてスープはオニオンチーズスープとポテトスープです。メイン料理はシャトーブリアンのステーキ。柔らかくしっとりお肉で美味しかった。こちらはロブスターのショートパスタです。これまでのレストラン同様、こちらのトリトンもどれもとても美味しかったですよ。メイン料理の後はデザート。ちなみにデザートメニューは私たちの知る限り英語表記オンリーでした。デザートはアップルタルトタタンとクレームブリュレです。どちらも夫の好物。またこちらは別日のトリトンの様子です。この日はパイレーツナイトの日で、スタッフの方の制服もお料理もパイレーツ仕様です。メニューリストにはパイレーツカリビアンと記載されています。特別メニューのためかメニューリストは英語表記のみ。まあなんとなくイメージできるので問題なく注文できました。特別メニューの前菜はシュリンプカクテルと、スタッフの方がうまいから絶対に食べろよとご了承されて注文したチキンのグリルです。夫とシェアしていただきましたが、確かに美味しくて、スタッフの方に美味しかったよと伝えたら、だろう、もう一皿持ってきてやったぜってことでおかわりが来ました。
なので私たちはスープと一緒に前菜のチキンも食べることに。こちらは確か人参のスープ、そしてこちらはマンゴーのスープです。細かくされたマンゴーが入っていてびっくり。美味しかったと思うのですが、おかわりチキンが強すぎてあんまり印象に残らず。お次はメイン料理。こちらのお肉はとんでもない大きさなんですよ。夫が大きいことを一生懸命伝えようとしてくれていますが、なんとなくでもサイズ感お分かりいただけましたかね。そしてさらにびっくりするのがここから。なんと切れ目を入れただけで身がほぐれていくんですよ。もちろん絶品です。こちらはジャック・スパローの名前のついたエビとホタテとトマトのスパゲッティです。パイレーツナイトの特別メニューも言うまでもなくどれも美味しかったです。デザートはスタッフの方におすすめされたチョコバナナケーキとチーズケーキ。私たちのテーブル担当のスタッフの方は注文していないのにおすすめだからと持ってきてくれます。またパイレーツナイトなのでレストラン内でもダンスパーティーが開かれました。こういうのは全力で楽しんだもの勝ちみたいなところがあるので、夫と参加して楽しんできました。そしてお次はカバナス。こちらはこれまでご紹介したレストランとは異なり、ビュッフェ形式になっています。これまでのレストランは決められた日時のみ利用でしたが、ここは開いていればいつでも何度でも利用できます。お料理の種類は MSC ベリッシマなんかと比べると少ないですが、乗客の数もその分少ないので妥当な感じなのかなといった印象です。もちろんベリッシマのような日本食はないです。ただシンプルな味付けもあったりもするので、お子さん連れにはいいかもしれませんね。かくいう私も気づけば塩コショウで味付けされた炒め物ばかりとっていました。また個人的に驚いたのはサラダバーがないこと。こんな感じで並べられたきゅうりやトマトがあるので欲しい分だけもらえますが、野菜の種類が圧倒的に少ない。取ってきたお料理はこんな感じ。ビュッフェレストランは6泊7日の滞在中に 2,3 回利用しましたよ。寄港地停泊中、気持ちのいい天気だったのでデッキで食べたいなってことで、デッキ席もあるこちらのレストランに来てみたんです。なので屋内だけでなく屋外で食事をしたい時やプール遊びをしててプールサイドで食べたい時、あとはショーやイベントが食事時間と重なっている時など利用するのもいいかもしれません。もちろんコース形式でなくサクッと食事を済ませたい方にもビュッフェレストランはおすすめです。そしてお次はカフェフードスタンド。ここからは空いていればいつでも誰でも行けるお店のご紹介です。もちろんフードは無料、ドリンクは一部有料です。プールサイドにありファストフードメニューになっています。まずはビバレッジステーションから。こちらは24時間利用可能の無料ドリンクバーです。こちらにあるドリンクはレストランでも無料で飲めるよう、ここにないものは有料になっていたように思います。ここには毎日何度も通ってはドリンクを持ち帰っていました。ちなみに外国船のお水って少し癖があると思うのですが、この船はかなりいい浄水器を置いているらしく、癖がなくて飲みやすかったですよ。お次はピノキオピッツェリアです。
こちらのスタンドにはいくつかの種類のピザがあり、それぞれ欲しい枚数を言えばスタッフの方がお皿によそってくれます。私たちはマルガリータとサラミピザを注文して食べました。小腹が空いた時にちょうどいいんですよね。こちらはアイスクリームスタンド。セルフになっていてバニラとチョコの2種類あります。このバニラは本当に美味しくて毎日通っていました。毎日通っていても調達しなかったです。美味しすぎるので食べ過ぎ注意です。お次はボイラーバイツ。ホットドッグやハンバーガー、シャワルマのお店です。プールで遊んだ日やデッキにあるテーブルで作業した日など何度か利用しましたよ。個人的におすすめなのはシャワルマ。様々な具材から好きなものを選べるんです。私はきゅうりのソースにチキンに玉ねぎなどを入れました。夫は牛肉に玉ねぎにピリ辛ソースです。美味しくていろいろなトッピングを試すのもいいかもしれません。ちなみに船に乗って初めて食べた料理がこちらでした。ハーバーブリッジを見ながら出港していく様子をシャワルマと一緒に楽しみましたよ。またシャワルマだけでなくバーガーも食べました。チーズバーガーです。ピクルスやポテトもトッピングできます。とっても大きくて夫とシェアしていただきました。またこちらはホットドッグ。夫がおやつ代わりに食べていました。お次はデイジーディライト。ヘルシー志向な人におすすめです。サラダやフルーツ、サンドイッチなどがあります。ここではおやつ代わりにスイカなどフルーツを食べました。こんな感じで無料レストランについてのご紹介でした。次回以降はディズニークルーズワンダー号の有料レストラン。飛行地で暴動が起きたらどうなる？飛行地変更。飛行地での過ごし方、お部屋紹介、おすすめの持ち物紹介です。現在鋭意編集中ですので出来上がり次第ご紹介していきますね。またディズニー以外にもレストランや旅行もご紹介していきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。